皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日は何の車の中にいるでしょうか？そうです。今回はですね、マツダさんの CX60 をお借りしております。で、CX60 の内外装紹介については以前動画を出させていただいたんですが、その時のグレードがクロス D ハイブリッドのプレミアムスポーツというね、内装色がキャメルのとってもおしゃれな1台だったんですが、今回はですね、プレミアムモダンというね、ちょっと白基調がとってもおしゃれな1台をお借りしてきました。こちらの1台もですね、すごく堂々とした佇まいで、今回のお色がロジウムホワイトプレミアムメタリックという色になるんですが、以前紹介した赤とも雰囲気が違って、スッとね、精悍なイメージですごくかっこいいですよね。で、こちらの1台なんですが、以前私がね、新車を契約しましたという時にね、皆さんに予想を立てていただいた時に、実は1位になっていた車なんですよね。で、私自身ももちろんすごく気になっている1台でもありまして、ちょっとね、実際にこちらの車をお借りして走らせていただいて、感じたこととか率直に動画にできればいいなと思って本日は動画を回しております。ということで早速なんですが、運転をしていきたいと思います。レッツゴー！はい、ということでですね、出発しました。ちょっとね、やっぱりこのサイズ感の車にあまり慣れていないので、ちょっとね、運転しだした時にね、やっぱちょっと大きいなという印象はありましたね。私が以前乗っていたハリアーよりも、全幅がね、35ミリかな？大きいんですよね。全長はね、変わらないんですけど、やっぱね、幅が大きいと、それだけ見た目の迫力はもちろんあるんですが、ちょっとね、運転していてやや大きいなというふうに感じました。こういうね、割と幹線道路だとそんなにね、気にならないかなとは思うんですが、ちょっとね、慣れるまで少し緊張してしまいそうです。で、今回の、ね、CX60 がちょっとね、シフトが変わっていて、D から R に入れるときはまっすぐで、パーキングを右に倒す形になってるんですよね。ギアのね、入れ間違いを防ぐために考えられたということなんですけど、これもね、最初ちょっと戸惑うかもしれないです。なんかいつもと逆だなみたいな感覚になるので。でもこのあたりはね、慣れかなというふうに思います。で、このね、センターコンソール周りの高級感が、個人的にはとにかくいいなと思っていて、以前ね、紹介したプレミアムスポーツの方もね、また違った感じで、今回はプレミアムモダンで、白基調になっていて、でなんかね、内装がね、少し和のテイストが入っているそうなんですよね。この辺りもね、確かになんかちょっと和紙っぽいような雰囲気とか、あと白のね、木目調っていうのがおしゃれですよね。白内装ってなんか、ちょっとすごい高級感があって、ちょっとなんかイケイケな感じに仕上がっちゃう場合があるかなと思うんですが、この CX60 のホワイトは、全体的にこのシートのね、色もすごい真っ白って感じではなく、やや落ち着いたホワイトになってるので、なんか上品な白って感じですごく私は印象がいいなという風に感じました。今回ね、クロス D のハイブリッドということなんですけど、ディーゼルのハイブリッドになってるんですよね。なので、ハイブリッドのめちゃめちゃ静かな感じを期待してると、ちょっとね、やっぱエンジン音がかなり入ってくるので、そのあたりはね、ちょっと違うかなという風な気がします。で、燃費がですね、驚異の21キロですよ。21キロ。すごいですよね。でね、今は少しね、走ってきたんですが、特にね、問題なく、というか、普通に運転しやすいなという印象です。で、マツダといえばという感じなんですけど、足回りがね、オルガンペダルになっていて、で、フットレストもね、左側についてるって感じなんですけど、アクセルのね、感じもすごく調節がしやすくなっていますし、ブレーキもね、意のままにというか、思った通りに効いてくれるので、すごくね、運転がしやすいかなと思うんですが、そのね、アクセルペダルとかに関してで言うと、以前ね、内外装紹介の動画で軽くね、触れたんですけど、このね、お車、ドライバーのね、異常検知システムというのがついていて、ドライバーに何かあった時に、車がね、異常を検知して、周りに知らせてくれたりとか、そういう機能がついてるんですが、そのね、ドライバーモニタリングシステムが要はついてるんですよね。これがですね、ドライバーパーソナライジングシステムというものと連動した仕組みになっていて、で、運転する前になんですけど、自分をね、ドライバーとして登録することができるんですよね。で、そうすると、
目の位置をカメラが見て、でさらにね、私自分の身長をね入力したりとかして、適切なねシート位置だったりハンドル位置を、おすすめみたいな感じでしてくれるんですよね。その後ね、さらに自分で微調整するようになっていて、こういう位置に設定するといいよなんていうのをナビで教えてくれるので、意外にね、多分皆さんドライビングポジション、初心に戻ってみるとかなりね、違う感じになってるんじゃないかなというふうに思うので、正しいドライビングポジションを教えてくれるっていうのはね、改めていいシステムだなというふうに私は感じました。仕方ないのかもしれないんですけど、意外に私このアイドリングストップからの復帰の音とか揺れがちょっと気になるかもしれないです。そうなんかガッという感じがするので、ちょっとねおって思っちゃいましたね。どうなんだろう。でもディーゼルだからって言われればそうなのかな、そういうものなのかなというふうにも思ったりしますが、どうなんでしょうか。でもなんか走っていてね、こうどっしりとした安定感があるので、なんかやっぱ高級感のある車は運転してるなという気持ちにさせてくれますね。走っていてね、ちょっとね優越感に浸れると言いますか、やっぱねちょっと多少目線も高めですし、見えるね視界のね高級感とかもありますし、これはね乗っていて気分のいい気持ちになりますよね。今ちょっとねウインカーを軽く出したんですけれども、このねウインカーがリミングターンシグナルって言って、マツダ独自のこうほわんとした感じのねウインカーになってるんですよね。ウインカーの音もすごい高級感があっていいですよね。安っぽくない感じで。でこの車ですね、車体自体、横幅とかはね大きいんですけど、現行の CX5 よりも最小回転半径が 0.1 メートルぐらいですね、ちっちゃくなっているそうで、想像以上にね小回りが利くそうです。今時点でもね、実際運転していて、こういうね細い道、小道に入るカーブだったりとかも、問題なく入っていけるので、取り回しがしやすいっていうのはありがたいですよね。大きくて、で取り回しがしにくいと、やっぱりねちょっと大きいなりの不便っていう風に感じちゃうかと思うんですが、小回りが効いてね運転しやすいっていうのは、日常使いするにあたってね、こうちょっとした買い物とかで駐車場止めるよとかいう時に、そういうねちっちゃなところが大きなね差になってくるんじゃないかなと思うので、ちょっとね後ほど後で駐車場とかに止めてみて、そのあたりもね見ていければいいなというふうに思っています。今日はですね結構ね暖かくなってまして、かなりね天気も良かったので、電動パノラマサンルーフを開けて走っております。窓は開けてないんですけど、カーテン部分を開けて走ってるんですけど、すごくねこの開放感もいいですよね。私はね結構一人で運転して、乗せても友達とかね横に乗せるぐらいなんですけど、お子さんとかいらっしゃる方はやっぱりちょっと楽しいんじゃないかなというふうに思いますし、家族みんなで出かけるとかいう時にやっぱりちょっとこのサンルーフとかあるとテンション上がりますよね。でそうでね、助手席について言おうと思ってたんだ。このね車は運転席はもちろんなんですけど、助手席も電動でリクライニングだったり前後の動きとかができるようになっていて、でそれだけでもありがたいんですけど、なんとねランバーサポートも助手席ついてるんですよね。長時間ね助手席に誰か乗せて移動するって時はかなりいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、今は横浜みなとみらいの周辺に来ております。ここまでね運転してきて、車体が大きいからといってね全然ね運転しにくいというのは感じないですね。ちょっとね今からみなとみらいの、どこか駐車場に入ってちょっと車をね止めてみたいなというふうに思います。駐車がしやすいのかしにくいのかとか、そのあたりもねちょっと見ていければなというふうに思います。ということでね、ちょっと立体駐車場に入ってみたいと思います。こういう時にね最小回転半径が効いてきますよね。入りやすい。1回だけちょっと音が鳴りましたね。とはいえなんかそんな別段怖いような感じではないですね。そんなこんなでちょっと止めてみようかな。これ360度ビューのモニターがあるので、これすごく便利なんですよね。
はい、ということで到着しました。駐車場のね、入り口とかも、やっぱ割とね、そんなに広くはなかったんですけど、特に問題なく、やっぱり小回りが利くっていうのがすごく大きいなという風に感じました。全然ね、思った通りに車が動いてくれるので、すごくね、運転しやすかったです。で、あとね、駐車の時はここにね、360度ビューのカメラがあって、このコマンダーをね、右にポッて倒すと、車がスケルトンになった状態で表示してくれるんですよね。これはね、多分ね、駐車するときかなりやりやすいんじゃないかなというふうに思います。これは大きい車で駐車がちょっと心配という方にはめちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。ということでね、ちょっと今駐車場に置いてるんですが、てか駐車場にいる CX60 めちゃめちゃかっこよくないですか？もう少しね、武骨でたくましい雰囲気もありつつ、なんかね、こう優雅さも感じる。このね、サイズ感と迫力も目を引きますよね。やっぱりマツダさんの車ってこう美しさがすごいどうしてもこう溢れ出てる感じがしていて、こうちょっとしたね、色気みたいなのもありますし、何よりもね、ほんとみんなイケメンですよね。こう威風堂々とした感じのこう厚みのあるフェイスですよね。本当にね、かっこいいなと思います。で、今回はですね、オプションでこのウェルカムランプというものもついてるんですが、こんな感じでね、足元を照らしてくれるんですよね。あるとね、ちょっとワンランク上の車だなという感じがして、気分が高まるなというふうに思います。ではですね、ちょっとまたね、出発していきたいと思うんですが、今ね、こうやってやっぱ立体駐車場だと柱とかがね、あって死角が結構多いんですよね。そういう時もやっぱりこのね、360度モニターを使って、こう見ていくとですね、こう、わかりますかね？結構ね、こう向こうの廊下、向こうの通路の方まで、かなりね、広角で見ることができるんですよね。もちろんね、安全確認しながら、出発するんですけど、これがあるとね、車が接近していて、いざね、近くまで来ないと見えないっていうのがないので、結構土日のショッピングセンターなんかは車通りも多いですし、お子様連れとかも多いので、ちょっとこれでね、しっかり、確認をして、こう出てあげるといいんじゃないかなと思います。やっぱね、大きい車だとその分、やっぱ死角が多かったりしますけど、こうやってね、モニターつけてくれてやるとかなり安心感が違いますよね。ということでですね、割と狭めかなと思われる立体駐車場なんかも難なくクリアができました。これはね、大きい車の割に小回りが利くっていうのと、あとはね、大きい車ならではだと思うんですけど、自分の視覚になりやすいところをカメラで確認できるっていうのがね、結構大きいんじゃないかなと思います。高速域の安定感はもちろんなんですけど、こういったね、日常使いみたいな感じで街中をね、走っている時でも、安定感だったりね、内装のね、上品さも相まって、こう、エレガントさが感じられるのはすごくいいですよね。はい、ということでですね、本日はマツダの CX60 を、ちょっとね、長い時間乗らせていただいたんですが、本当にね、外観のかっこよさと内装の高級感もさることながら、運転していてもね、想像以上に大きさを感じなくて、本当にね、運転しやすくて自分の体にしっくりとこう馴染むような、そんなね、ドライブを楽しむことができました。今日はあえてこう日常使いってどうなんだろうということで、ちょっとね、市内の方に走ってみたんですが、CX60 を悩まれてる方の参考になれば嬉しいです。CX60 契約したよとか、試乗したよとか、そういう方はね、ぜひ感想などコメント欄に書いていっていただけると嬉しいです。また、チャンネル登録やグッドボタンも押していただけますと、動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。